さて、じゃあそろそろ始めていきましょう。ちょっとこっちの準備っていうか、コメントが読めるようにしていきます。クリスタが、これか、これだな。よし。じゃあとりあえず、やっていきましょう。今回は、簡単なアニメーションということで、はい、こんばんは。はい、朝場話す。よいしょ。はい、こんばんは。はい、こんばんは。あ、よかったです。はい、こんばんは。はい、こんばんは。じゃあとりあえずさっさとやっていきますね。で、はい、こんばんは。ちゃんとお返事できないかもしれないですけども、とっととやっていきます。はい、元気です。色がこれで。はい、朝場話す。これもうちょっとでかくして、サイズを変更しましょう。ブラシサイズを。よかったです。僕もなんとか放送できてるようでよかったです。はい、こんばんは。岩猫アニメを作りますね。あ、いえいえ、ありがとうございます。これまず1番に、1番フォルダーに作ってあって、セルを。で、フォルダーの中に1番と2番。これ、まあ数字はどうでもいいんですけど、要するに下書き用と本番用、聖書用っていう風な感じでやっております。ありがとうございます。で、次に、増やすときには、新規フォルダー、新規アニメーションレイヤーっていう風にやります。そうですね。大体のタイミングはもう全部考えてあります。迷わないように。で、次2番の絵が、これね、うっすらと1番の絵が見えてるのは、オニオンスキンをオンにしてます、今。原画を描くときは、とりあえずオニオンスキンオンっていうことで、前後の絵を見ながらやることにします。ちょっとね、だいぶ緊張が解けてきましたね。もうね、夕方ぐらいから吐きそうになりながら種棒を捕まえてたんで。こう上から落っこってくるっていう感じで。で、次が、ちょっとでかすぎる。これぐらい。この後でかくはするんですが、これが、種棒頑張った。もうね、肝そぞろでしたよ。皆さんも頑張ったんじゃないですか。よいしょ。で、4番で次に、1、2、3、4なんで、フレームで1、2、3、4、3、5。で、5、1、2、3で4が、今、ちょっと待てよ。1、2、3。で、2つ中割りを入れるんで、ここに、なかなかね、実際には僕も紙に書く方が早いです。アイデアをまとめるとき。で、ここでちょいとアップになる感じ。で、次が、ここを選択して、5番は、ぐっとでかく伸びて、ぐっと伸びる感じ。
YouTube いろいろとやろうとすると OBS っていうOBS っていうソフトを初めて使ったっていうのもあるんで、はい、朝バボナス。これが5番で、次が、そうですね。すごく大雑把に、大体の形が合ってればいいぐらいで、そうね、真城さんもアニメ結構作ってますもんね。今日は気合を入れて、このペンタブレットのペンも芯を新しくしました。もう片側が削れて、ツルンツルンってするんで、これで、6番。で、ここで、1、2、3。頑張って書きましょう。時間をなんとか作って。あ、違う。ここで新しいセルを作って、まあなんといっても割とシンプルなキャラクターなんで、そんなに考えなくてもいけるかなって。はい、こんばんは。しかもこいつのいいところは色もないんで非常に簡単にいけそう。でこれが7番で、アニメ作らない人だとね、こんな機能があるなんてって、僕らこれのおかげですごく仕事がやりやすい。拍は楽そう。で、こうか。で、こう敬礼する感じに。8番で9番は同じくここで新規アニメーションセル。今は違います。液タブです。高いお金を出して買った液タブ。アナログ派やけど一応液タブ、板タブがね、やっぱり使いこなされへんかった、最後まで。で、液タブができた時に飛びついて。はい、まあボーナス。ナスの字が違う。ここ。体が伸びるけど、腕が下がるっていう感じにすると、動きが柔らかくなるはず。で、最後の決めが、こっから2枚。1、2、3、ここですね。はい、まあボーナス。大丈夫なんや。そう、やっぱりなれへんかったね。やっぱりペン先に絵がないと全然大変。いや、描こうと練習はしたんやけど。ありがとうございます。本当にね、偶然生まれたようなキャラクターで、最初の頃とだいぶ顔が違ってるけど、どんどんね、目の間が近くなってくるんですよ。で、こんな感じ。これでだいたい下書きはこれで終了。で、これを、プレビューしてみますね。元へ戻し。でも、板タブよりは僕はマシやね。iPad と板タブ。iPad よりはこっちの方がでかいからやりやすいっていうのはありますね。はい、これがいわゆる原撮っていう原画だけ撮影した感じですね。
そう、だから僕が最近上げてる猫イラスト、フォトショップで描いたやつなんですけど、あれは板タブで描いてます。で、こっから聖書に入っていきますね。聖書中割り。で、聖書は2番。1つのフォルダーの中に2枚最初から入ってるんで。昔あるピカチュウの書き方のケスで教わった動きに合わせた体の上下運動とか、8の字に動かすとか、大変参考になってます。ありがとうございます。そういうのがアニメーションの極意なんですよ。で、使わなくなった下書きの方は消すっていうか消すね。いや、それはもう一匹のキジトラっていうか縞模様のあるやつとの差を出したくって、あっちは目を離してこっちは目を近くしようっていう意図で。で、2番。で、これに結構ね、左手デバイスが便利ですね。こういう感じで。まあそこまでね意識はしてないけど、でもなんかその3匹の違いっていうのをパッと見分かるようにっていう意図でだんだんそう。でこいつはもう基本的にずっと笑ってて表情ないっていう設定になりつつあります。でもこう配信用にちょっと普通の全画面よりもだいぶちっちゃいところでやってるんで、若干書きづらさはありますね。だからキーボード使わずにこう移動とか拡大とかが左手デバイスでできるんで、そういうのは助かってます。まあこんな感じで。で、下書きを消す。あれはね、本当に名前がついてないです。だから縞模様のやつとこいつは飼ってた猫が一応モデルになってるんですが、なんでこの2匹だけは鈴がついてるんですよね。首輪がある。で黒いのは本当に全く適当に作ったんで、野良ということで首輪がないです。でここら辺からちょっとアップになる感じで、ここでは下から、下じゃない、上から落ちてきてるっていうか、なんで手が残ってます。手が残ってるっていう言い方はアニメ風の言い方ですけど。あ、本当にそうやったか。岩猫であれが岩根正明やったか。野良なのね。そうそうそう、その2匹が昔飼ってた猫なんですよ。こんな感じかな。で、これで下書きを消す。で、次4番。フルネームやんね。はい、だからクリップスタジオでもしアニメ作る方がいらっしゃったらフォルダーをセル番号にすると何かと楽です。はい、こんにちは。キジトラのやつはみやびという名前にしときましょうか。なんでおでこに M って書いてあるんですよ。あ、それは嬉しいです。そうです。ほとんどはそうです。よその猫も
積極的に描いてたんで、全部が全部そうじゃないんですけども、いわゆる野良猫柄の茶色いやつと真っ白なやつと、うん、それでいいと思う。で、この岩猫、白いのふわふわした毛がついてて、いかにも高そうな猫なんですけども、実はあれ雑種なんで、お金が一切かかってないっていう。なんかね、ターキッシュバンと、なんだ、アメリカンカールとターキッシュバンのハーフってらしいです、どうやら。ここで、ビヨーンって伸びる感じ。やっぱりこう、じっくり溜めるところと伸びるところがあると動きが生き生きしてくる気がするんですよね。気持ち、伸びてくるっていうことで、ヒゲなんかも下向きにしたりして。で、こう、鈴なんかもちょっと下がってる感じ。あんまり言うほど目には残らんかもしれへんけど、気持ちとしては。で、手は下げる。はい、こんばんは。はい、よろしくお願いします。多分うまく残せると思います。こんなもんかな。あ、そう、だからどうしてもやっぱりそこら辺はお絵描きソフトの方、お絵描きソフトじゃない、クリップスタジオとかの方が有利ですよね。やっぱりそれ用にできてるんで。ただ、連続映画描ければ、基本的にどんなソフトでもできるんですが、昔はなかなかこうやって回転させるっていうこともできなかったんですよね、ソフトで。そうですね。そこら辺はパソコンスペックと相談ですよね。これでで、まあいつもの首輪の感じ。もし何かの参考になれば嬉しいです。本当に爆発はいろんな書き方があるんで正解がないけども、まあああいう書き方もありますよっていうことが何かの参考になれば。もうちょっと細身にしたいな。これぐらい。いや、まあある程度ね、それは慣れもあるんですよ。で、7番はさっきの動きのつながりなんで、ちょっとまた、オニオンスキンを表示しながら書きましょう。ぜひやってください。そうですね。アニメーション、最初から枚数が多いやつだと大変なんで、割と単純なやつから始めると。ありがとうございます。あんまりうまく弾けないな。そういうふうに言われた途端にうまく弾けなくなるっていう。やっぱりね、手の動く、書きやすい動きの方向があるんで、それとは逆の方向だと。紙だと本当にくるくる回せるんやけど、デジタルはちょっと面倒、回すのが。ちょっとだけね。そう。そう、だから綺麗な絵で、
雰囲気で見せるっていうアニメーションも別に悪くはないと思うんやけど、動かすっていうことであれば、なるべく単純にこれぐらいの絵から始めた方がいいと思います。おすすめのものおすすめのものっていうのはソフトとか、例えば練習方法とか。ソフトに限って言うとクリップスタジオでいいと思う。大変でしょう。やっぱりね、ああいうのはプロの技ですよ。あ、練習方法。練習方法は、一番いいのは、実際のアニメをコマ送りして模写する。ものすごく大変やけど。ただ、今はそういうことができる時代なんで、そういうところで、やっていけばいいんじゃないかなって。で、ここで、またちょっとオニオンスキン切りますね。で、多分ここら辺がアナログでいうところのトレス台のスイッチを入れたり切ったりしてるっていう感じかもしれない。あ、そうなの。ありがとうございます、先輩。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。あ、これちなみに、今ね、見てわかるかどうかわからないけど、フレームレートって言われるやつを、今、1秒間に8枚にしてます。8コマ。通常のアニメだと24コマでやるんですけども、なかなか24コマってコントロールしづらいんで、初めの頃は、1秒間に8コマとか6コマでやるのがいいと思います。ありがとうございます。そう、なんだっけ、お笑い芸人の鉄拳さんが作ってるアニメってありますよね。あれが1秒間に6コマらしいんですよ。なんで、最初はあれぐらいからの方が多分コントロールしやすいんじゃないかなって。1秒間24コマをコントロールするのはすごく大変なんで。慣れないうちは1秒間8コマとか6コマとか、それぐらいでいった方が多分何かとやりやすいと思います。だからとにかく本当に、最初アマチュアの状態でアニメを始めるんであれば、なるべく単純なところから高望みはしたくなるんやけど、そう本当にああいうの、いわゆる中割りがない送り書きって言われる手法やと思うけど、あ、そんな粋な授業があるんですか。そう、それぐらい8コマがいわゆる通常のテレビアニメのゆっくり動いてるところがだいたい1秒間に8コマなんで、それがいわゆる動いて見える限界。あ、書いてが、まあ、それでもいいと思うけど、でも、やっぱり最初にフレームレートを決めた方がいいかもしれない。で、そこから逆算してどれぐらいの感じにしようか。僕らも長いことやってるから、大体もう時間感覚が身についてるっていうか、もう身に染みついてるから大丈夫やけど、最初はやっぱりね、1秒間に8枚っていうのがどれぐらいなのかって多分分かりづらいと思うんで。これでちょっと切るね。あれこれ間違えた？書くレイヤーを間違えるっていうありがちな。ちょっと待ってね。これで選択して切り取りで違うな。
これでこれでいいか。違うな。コントロールでこれで違うな。ちゃんと選択できてる？できてるよね。でまあいいや。じゃあこれで選択範囲を反転しよう。選択範囲を反転してデリート。まあ同じことやね。で選択範囲を消す。消えない。んで10番。まあ本当にこういうレイヤーを間違えるっていうのはもうあるある。線だけ選択して僕ね日化してるんですよ。いわゆるアンチエリアスがかかってない線なんで、そういう場合の選択は割と綺麗にいきます。そうだからそれができるようになったらプロですよ。思った通りに動かすっていうのがなかなかねやっぱり難しい。頭の中にその1秒間24コマっていうのがずっとやってると染みついてくるんやけど、なかなか最初はここがちょっとよろしくない。よし。でさっきよりも下がってる、顔は下がってる、で、手は上がってるっていう感じ。でこれが一応決めポーズっていうことでここで止まりますね。絵が全体で24コマなんでフレームレート8やから3秒。まあでもコピー用紙がいいかもね。普通の紙よりは多少安いかな。またいずれアナログアニメの作り方もやります。クリップスタジオで読み込んでアニメファイルにするっていう、紙に書いてアニメにするっていう動画もいずれ作りますんで。はい、こんばんはナス。これでできたはず。ちょっと顔違うけどまあええか。でこれでもう一度再生。あ、下書きが若干残ってるな。どれ？これか。これは非表示。これが原画の状態で、ここから中割り入れていきますね。ででここに新しいセルを追加。でこれでこっち側ね。これで大体の位置を合わせます。今これいわゆるオニオンスキンを表示した状態で、ここから大体の位置をこれぐらいかなって合わせて、で今からやるのがここのライトテーブルっていうのを使います。で3番と4番を突っ込みます。だからさっきのやつがそのまんまこうライトテーブルで表示されるんで、でこっからデジタルならではの方法でこういうふうにサイズを合わせるんですよね。こういうふうに。でこっち側も、こっち側は縮小して、その中割りのちょうどいいところに。だいたいこういうふうに合わせて
で、このまんま中割りします。これはね、アナログの動画だと、ここの間隔で合わせ、まあ、縮小コピーとか拡大コピー使うと、これに近いことができるけど、まあ、かなり大変。だからそれが一発でできるのはデジタルの強み。で、こう、こう。で、まあ、一応手は残す感じで、こう。そう、アクションレコーダーなんて洒落たもんがなかったんですよ。それは新人の頃、そう、だからそういうアクションレコーダーなんて洒落たもんがないんですよ、早い話が。で、これで入ったんで、次に行きます。次で、ここでもう1枚追加して、で、ここの間にまた1枚入れるわけですね。だからやり方としてはさっきと一緒。クイックアクションレコーダーっていうのがあったんですよ。で、いや、会社にも途中から導入されたけど、結局邪魔くさくって一度も。だからもう本当にそういう感覚でシートをつけるっていうのが慣れてしまってて、もう今更そんなの一枚一枚取るのが邪魔くさいっつって。さあ、で、ここで 3A と4番。で、やることはさっきと一緒。こっち側を選択して、ちっちゃくして、ここに真ん中に合わせる。で、こっち側を選択して、でかくして合わせる。そう。高かったみたいですよ。あったけど。なんで、そういうのに頼らずに作るっていう昔はね、今はもうパソコンでそんなんね、スマホとかで撮って確認できる時代やけど、僕らが始めた頃はそんな洒落た機械、ようやくね、拡大コピーとか縮小コピーができるようになったっていう時代ですよ。だから使ってる人は使ってました。ただ僕は使わへんかった。大体こんなもんやろっつってタイミング。よし。でも手はフレーム外。目を書き忘れてるな。で、今回のやつに限って言うと17枚ですね。今回のは。で、これで、これちなみにちょっと再生してみましょうか。こういう感じ。こういう感じね。で、ここの間に3枚なんで、真ん中。そうですね。最後止めるんで、トータルでは3枚、3秒間のアニメになります。で、やることはさっきと同じ。大体の位置を合わせておいて、7番と6番。で、6番を、ちっちゃく。こんなもんかな。もうちょっとでかいか。こんなもんか。で、7番をでっかく。基本的に同じようなもんやけど、ちょっとね、クリスタの場合は扱いがちょっと特殊。で、書いていきます。
だからプロの仕事はこれをすごい丁寧にやるっていう。で、よし。これぐらいで。こう。で、ひげ。で、顔だけ描いたら、もう鈴ぐらいは描いとくか。鈴ぐらいは描いておいて、ならもう、普通に割った方が早いんで、ここのところに元に戻すっていうのがあるんで、これで戻しておきます。そうですね。簡単に言うとそうですね。ただ、中が2枚とかだったりすると、ど真ん中じゃなくって、ちょっと、3分の1ぐらいっていう感覚で。ここら辺の体に関しては、そのまんま割った方が多分綺麗に入ります。で、これでかけてるはず。これでかけてるね。目を塗っておきましょう。よし。多少のことには目をつぶりつつ、よいしょ。これぐらいで。で、次にもう一枚。ここで、新規アニメーションセル。もうこれぐらいになったら、もうライトテーブル使わずに直接割った方がいいかもね。こんな感じで。別に何が何でもライトテーブルって使わなきゃいけないもんじゃないんで。で、こういう線が近づいてくると、ライトテーブルで生地ずらすと、ズレがでかくなるっていう危険があるんで、なるべくこういうところは一発でヒューってかけるように修行すると仕事が早くなる。昔はこういうのは鉛筆の線をつながなあかんかったから、鉛筆って書けば書くほど太くなるから、同じ太さにするっていうのが無理ゲーっていう感じがするんだけど。そうやっていろんなやり方があるから、全部をデジタルとかアナログにする必要はなくって、この間僕が書いた煙なんかでもアナログで書いてスキャンして中割り彩色っていう方が楽だったり、後の色塗りとか考えると、動画はできれば、動画っていうか清書はデジタルの方が楽かもしれない。アナログでやるとそのゴミ取ったり日化したりって結構邪魔くさいし、そのスキャンを何十枚もするのも邪魔くさいし。ただ紙の方がいろいろと分かるところがあるから、ラフは紙っていう方がいいんじゃないかなっていうのが個人的なおすすめで、このオニオンスキンって結構便利で、いちいちライトテーブル使わなくても。よし、これでこう。時間はどう ?39 分。大丈夫やな。違う。こうか。で、こう。で、もう一枚ここに中割り。そう。で、ここに中割りを入れます。僕がテストアニメで作るやつは、800× 450かな。
で、これに関しては、1280×、720、1280×720。まあ、パソコンへの負担を考えて、あんまり高くはしないようにしてます。これに関しては、その YouTube の、まあ、スタンダードな解像度っていうことで、そういうふうに。ちなみに、この方法自体は、1920×1080 かな。ハイビジョン。アイリスラーメンさん、両国です。むしろひずきさん、そっか、それくらい小さくても大丈夫ですよね。そう、大丈夫。別にね、テレビで大画面で見るわけじゃないからっつって。まあでも、いろんなサイズで書いてみてもいいかもしれない。でも考えてみたら、その 800×450 っていうけど、昔のね、DVD とかって720やから、それをそう考えると十分。よし、こんなもんかな。こんなもんでしょう。ちょっとここはみ出てたような気がする。はい。はい。で、これで、あとここに2枚か。2枚なんで、ここに、ラストの2枚に入ります。これで、よいしょ。黒木茂雄のチャンネルさん、ずっと気になってたことなんですが、カメラが大きく動くカットなどはキャンバスも作っておくのでしょうか？そこら辺がクリップスタジオは、キャンバスサイズとフレームサイズが違うっていう、背景だけでかくするっていうのがあるんですよね。で、アフターエフェクトで最終的に作るんであれば、作画サイズと背景サイズは必ずしも一緒じゃなくてもいいです。背景だけでかくして背景を引っ張るっていう感じで。ただ、背景とキャラクターが割と密接に関係している場合は、でかいサイズで描きます。背景もでかい、セルもでかい。で、それを、切り取る。ちょうどいい感じに。カメラを動かすことで。そこら辺はね、プロでも難しいところ。どっちの手段を取るか。簡単で綺麗にできる方を取ります。で、じゃあ、さっきの質問に対しては、じゃあどうすればいいのっつったら、一番確実なのは全部でかいサイズで作るっていうのが一番確実ですね。ただ極端にでかくなるとやっぱりそのマシンスペックの問題が出てくるんで、そこら辺はいい方法を探すんですよね。コストパフォーマンスのいい方法。自分のパソコンのスペックと合わせてどうするのが一番いいかなって。まあ一番いいのはそういう複雑なカットを最初から避ける。ただまあ答えとしては背景ごとでかいので書くのが一番確実かな。で、カメラで切り取る。いいところ。プロのアニメの場合も、でかい紙に、アナログの時とか、すっごい巨大な紙に書いたり。でも巨大な紙に書いてもずれるんですよね。どっちにしても。紙やから。何歩固定したところで、紙は紙なんで。ずっと保存してなかったな。保存しとこう。なんか。
よく考えたら一切保存してないの怖いな。あ、イングリッシュ。ハロー。ハローしか言えないところがもう日本の英語教育の敗北ですよね、もう。だからあんまりにもマシンに負担がかかるようであれば、そういう巨大なカットの時だけ解像度下げてしまうとか、そういう逃げ方もあります。だからアナログ時代もセルにグーって寄ったりして相当ガタガタになったり、じゃあそこら辺もまたいずれ解説します。普通のパンは分かりやすいけど、いわゆるつけパンとかフォローパンって言われるのはね、ちょっと確かに面倒っていうか別に難しくはないんやけど、だからそこら辺のアニメーション技法も随時動画としてアップできたらいいなって、お絵描き講座っていうかアニメーション講座というか、よし、ちょっと気に入らんな、これぐらいか。これで一通りできたはず。そうです。はい、じゃあちょっと再生してみますね。これで多分大丈夫やと思う。ぴょんぎょぴょんぎょんぴょ。あれ、尻尾がない？もしかしたらあんまり気にならんか。ちょっと尻尾描くか。尻尾どこら辺が、ここら辺、これは尻尾がある、これが尻尾がない、これが尻尾がない。ちょっとここら辺ちょっと線が多すぎる。もうちょっと線を少なくして尻尾描こう。はい、はい、尻尾で3番、ここでもちょっとせっかく描いた尻尾やからちょっと見せる。惨めったらしく、惨めったらしくない、未練ったらしくやな。でもこの後はなくていいと思う。ピューピューねえ、つけっていうあたりが美味しそう。ピューピョピューピョ。ちょっとどっか線がピュー、これ線が、はい、じゃあとりあえずこれで一通り完成いたしました。でこれを今からアニメーションファイルとして出力してみますね。でここのファイル、でこのもしかしたらメニューが出てるのが見えてないかもしれへんけど、ファイルのファイルどこやったかな、アニメーション書き出し、アニメーション書き出しのアニメーション GIF にしとくか。ムービー AVI MP4、 とりあえずここにドキュメント、今 OBS でこのクリップスタジオの画面だけ捉えてるようにしてるんで、もしかしたら何も映ってないかもしれない。MP4 で1280のフレームレートは8。これで、出力されたはずです。なんで、また後ほどYouTube の方にも上げますし、Twitter の方にもこんなんができましたよって上げますんで、とりあえず今回のところはこれでまあなんとか1時間弱で完成しましたっていうことなんで、
また、そうですね。皆さんアニメーションを作りをやっていただければ、見えてない。やっぱりそうね、そういうメインの画面しか見えないっていうことなんで、で、とりあえずこの後一旦休憩を入れまして、9時からまた今度はツイキャスの方でお絵描きをしたいと思いますんで、お時間合う方はそちらもぜひ見ていただけると嬉しいです。とりあえず今日は本当にありがとうございました。じゃあ、これで切ります。ありがとうございました。